皆さんこんにちは。埼玉の片隅から釣り人の片隅さんです。今回は入間市入間川放水橋下流での秋の釣りをご紹介いたします。彼岸花が咲いている、これは秋の釣りですね。お彼岸の前ぐらい、2022年の秋です。10年ほど前に足しげく通った釣り場、仕事が終わると時間があったら浮きが見えなくなるぐらいまでとにかくよく行って釣りを楽しんでました。で、久しぶりに行ってさあ釣れるかどうかと、久しぶりの場所は結構不安がありますけれども、どうでしょうか。使ったのは 3.6 メートルの竿で立ち浮き流し釣り、子供の頃から慣れ親しんだ釣りですね。で、今回はちょっと竿の話をしたいと思います。で、昔は延べ竿と言いますと、竹の一本物の竿のことを自分が子供の頃はですね、延べ竿と呼んでたんですけれども、でそれ以外のこういったグラスロッドの竿ですよね。それは振り出し竿と、そういうふうに分けて呼んでいた記憶があります。で、もしかしたらローカルな呼び方だったのかもしれません。現在ではどうも認識が違うようで、延べ竿というとリールを使わない竿のこと、リール竿と延べ竿で分かれていると。こういった認識の違いみたいなのは、例えばですね、教科書なんかでも聖徳太子、昔はこれが聖徳太子だと呼ばれていたものがですね、なんかこれは聖徳太子というものではないよと。で、やはり今ではやはりこれは聖徳太子なんじゃないかとか、いろいろ入り混じって認識が変わる。武将の肖像画などでもこれは誰々ですよっていうふうに教科書に載っていたものが、現在ではそれは誰々ではないというようなですね、そういったことになってましてですね、昔の人と今の人ではかなりものの認識の仕方が違うというか、覚え方が違うっていうようなケースがありますね。で、釣りをしています。3.6 メートルの竿を使っている時にですね、動画に上げますと、竿重くないですかというコメントをいただくことがあります。で、釣り動画を始めてしばらくしてから、最近の 2.7 メートルの安い竿を買いましたけれども、収納も短くて済むし格段に軽いんですよ。で、その後 4.5 メートルの竿も買いましたけれども、この使っている 3.6 メートルの竿に比べてやはり格段に軽い。こういった道具なんかもですね、随分進歩してるんだなという感じです。で、 3.6 メートルの肝心の竿ですが、30年ぐらい前に買った竿なんですよね。で、本当に重いんです。ですが頑丈です。 2.7 メートルの竿はですね、釣りをしていて頭上の木に糸が引っかかっちゃって、クックッと何回か引っ張ったら穂先の方で折れちゃったんですよね。軽い分そういった衝撃みたいなものに弱いんだろうなという感じがしました。で、竿が重いから軽い竿にしたらいいんじゃないかと、そういう考えもあるかもしれませんけれども、もう30年も使っている竿ですから、やはり愛着もありますし、便利だから全てがそれで OK というわけでも、特に趣味の世界では、違う部分がありますよね。この道具でこれをやりたいとか、そういったことがあると思います。なので自分は重くても 3.6 メートルの竿は昔ながらのこれを使ってます。ただ病気になっちゃいまして、かなり筋力が落ちている。だから一つの釣り場でこれを果たしてどのぐらい振り続けられるのかというのが今の不安ではありますね。
このように追い川がよく釣れました。昔も釣れて今も釣れるというのはとても安心がありますね。釣れてよかったとほっとしました。これは今年もまたこの秋釣り人を楽しませてくれる釣り場なんじゃないかなと思います。追い川がですね釣れてちょっと大ぶりでね、なかなか楽しい釣りになってます。でこの後ですね、この場所では追い川しか釣れたことがなかったんですけれども、また別の魚が釣れたりして、で漁協の人の話では、数年前ですね、入間川に大量のカワウが飛来してかなり小魚が食べられちゃったと。で大きな被害を受けて随分魚影が薄くなってしまったなんていう話を聞いてたんですけど、この時かなり連続で釣れまして、魚がだいぶ戻ってきたのかな、回復してきたのかなという感じがしました。また釣れました。これも追い川ですね。清流を代表する魚と言ってもいいかもしれませんね。でこれです。ちょっと大きいのがかかるんですよ。さあどうだ、かかりました。竿がしなってます。大きい。水中で暴れる。これを一気に抜き上げますね。ビヨーンとすっ飛んできます。大きいのが釣れた。でちょっと針を飲まれちゃいましてね、針を外すのに手間取りましたが、最近の針外し、自分が子供の頃は小さい針外しが単体で売ってたりするんですけど、最近なかなか見かけませんね。で小物釣りの針外しというと、その当時使ってた針外しではない針外しが結構売ってまして、自分もそれを1本持ってますけど、使い方が違うんですよね、根本的に。で釣れたのがウグイ、結構大きいです。でこのウグイについてちょっとお話をしたいんですよ。子供の頃は関東ではウグイのことをハヤ、追い川のことをヤマベというような言い方だというふうに自分の周りではというか、本なんか見てもそんなように書いていましたね。ですが現在ではハヤというとウグイや追い川やカワムツやアブラハヤやそれらの魚の総称だと、そんな風に書いてます。これなんかも子供の頃とはもう何十年も経って物の認識が変わったっていうことなんじゃないかなと思うんですね。本なんかにもそのようにもうウグイはハヤ、ハヤはウグイというふうにはっきり書いてましたからね。で高いところで釣りをした場合はバケツに入れて、このような形でジャバーンとしないでゆっくりリリースみたいなことをやってますね。楽しい釣りができましたと。ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いします。また次の動画でもいろいろ喋りたいと思います。どうぞご期待ください。